はい、皆さんこんにちは。映像クリエイターのしゅんです。本日はですね、こちらのカメラ、ソニーさんのですね ZV-E1 についてですねお話ししていきたいと思います。と言ってもですね、本日はですねスペックとか画質がどうこうみたいな話は僕はしません。このカメラのですね詳しいレビューについてはですね、他の YouTuber さんがですねめちゃくちゃ分かりやすい動画をですねたくさん上げているので、概要欄に貼っておきますので、スペック詳しく見たいなとか、どういう、絵が撮れるのかなみたいな詳しく知りたいなって思っている方はですね、そちらをご覧ください。今日ですね、僕がお話ししたいのはこのカメラを手にしたことで変わった日常についてなんです。ソニーさんからですね、少しの間 ZV-E1 をお借りしてですね、いろいろ Vlog であったり作品を撮ってきたんですけれども、結論から言うと僕は ZV-E1 めちゃくちゃ良かったので、こちら購入しました。なんで購入したかっていうところも詳しくお話ししていきたいと思っているんですけれども、僕朝早くに家を出てですね車を運転することが非常に多いんですけれども、ある日ですね運転中にふと見上げた空がですねめちゃくちゃ赤くて、本当にすごい朝焼けだったんですよね。で急いで路肩に車を止めてですね、もう本当に空全体が燃え上がるような真っ赤に染まっていて、思わず息を飲むような美しさではあったんですけれども、前だったらというかですね、普通だったらですね正直スマホでささっと数枚写真を撮ってSNS に上げて、でそれで満足していたと思うんですよ。でもですね、この時助手席にですね ZV-1 を置いていました。実は最近もしかしたら、日常で何か撮れるかもと思ってですね、このカメラ持ち歩くようにしていたんですよね。でカメラを手に取った瞬間ですね、もうこの光であったりとかこの空気感とか、ちゃんとカメラで残したいなっていうふうにその時自然と思いました。単にですね綺麗だから撮ろうっていうわけじゃなくて、この目の前に広がっている感動であったりとか空気感であったりとかっていうのを目で見たものを美しく残したいと思ったんですよ。でその瞬間に思ったのが、やっぱカメラって撮影する道具ではなくてですね、感情を引き出してくれるですね相棒なんじゃないかなというふうに思っています。で ZV-1 って本当にめちゃくちゃ小さくてですね軽いんですよ。でもですね中身自体はですねもう本当ソニーさんのもう本当最先端のですね技術を詰め込まれていて、本当に映画レベルのですね、映像が撮れるぐらいの性能が詰まっています。だからですね思い立ったらすぐ撮るっていうことがですねできるのかなと思っています。でこの思い立ったら撮れるっていうこと自体がですね僕はめちゃくちゃ大事だと思っていて、その瞬間に感じたことをその瞬間のまま形にできるっていうのが ZV-1 の一番の価値なんじゃないかなと思っています。何気ない一日がですね自分にとって大切な大事な思い出になったりしますよね。Vlog であったりとか思い出の動画って後で見返した時に、あの時自分はこう感じていたなとかっていうのが確かめられるですね、一つのある意味タイムカプセルみたいなものなんじゃないかなと思っています。日常ってすぐ流れていきますよね。例えば気づいたら桜が散っていて、いつの間にか夏になってて、でも ZV-1 を持つようになってからはですね、目の前の何かをですねちゃんと見ようというふうに思うようになりました。それって映像を撮るっていう行為よりもですねもう一歩先、もう一歩前にあるですね、暮らしに目を向けるきっかけみたいなことなんじゃないかなと思っています。皆さんがよくですね映像は記憶を記録するみたいなことをよく聞くと思うんですけれども、僕が思うのはですね、ただあったことを記録するんじゃなくてですね、その時感じたことを記録に残すっていうことなんじゃないかなと思っています。それ何かというとですね、何年か後に見返した時にこの時こんな場所にいたなっていうよりは、この時こんな気持ちだったなって思い返せる方が、何倍も価値があるんじゃないかなと思います。ZV-1 で撮った映像を見返すとですね、なぜかその日の空気感であったりとかその時の自分の気持ちまで思い返せるんですよね。それってめちゃくちゃすごいことだと思います。記録じゃなくて体験を残せる映像、それが今僕が求めていたものだったんだなと気づきました。 Vlog ってその中間ぐらいの温度感みたいなところがですね僕はすごく好きです。僕が映像を始めたきっかけも Vlog なんですけれども、だからこそ作品を撮りたい人じゃなくてもですね、毎日の思い出を残したいっていう人にこそですねこのカメラは合ってるんじゃないかなと思います。
はい、ちょっと今感覚的な話ばっかりしてきたんですけれども、もちろん映像クリエイターとして見てもこのカメラ本当にすごいんです。ZV-1 って見た目が本当にこんなにコンパクトなんですけれども、中身はですね、FX3 とか α7S3 っていうですね、いわゆる業務で使われるようなですねカメラと同じセンサーが入っていて、しかも、ジンバルいらずって言われるぐらいですね超強力な手ブレ補正があります。それにですね後で色編集できない人でもですね S シネトーンであったりとかですねクリエイティブルックっていうですね、色味がそのままでも映画みたいに仕上がるしですね、夜の街とか逆光の朝焼けでもですねしっかり綺麗に撮ってくれます。でこういう性能って、撮影の時の迷いとか準備の面倒くささっていうのをめちゃくちゃ減らしてくれるんですよね。暗いから無理かもとか、例えばブレそうだから三脚持っていくかみたいな、そういう一歩引く理由がですねなくなるっていうところですね。それに重さを感じないから、どこに行くにもですねとりあえずバッグに入れておこうっていう風になります。でいざ構えると撮ろうっていうですねスイッチが入るっていうところですね。つまり機動力であったりとか信頼できる画質であったりとか手軽さ、全てがですね今すぐ撮る上でのストレスの軽減になっていて、その安心感っていうのが撮りたい気持ちをですね自然に引き出してくれるのではないかなと個人的には思っています。ZV-1 はですね、ぶっちゃけ価格だけ見ればですね Vlog カムにしてはめちゃくちゃ高いカメラになります。そうなのかもしれないんですけれども、撮れなかった瞬間であったりとか、撮るのを諦めてた日を減らしてくれるっていう風に考えたらですね、僕にとってはむしろこの Vlog カムはめちゃくちゃ安い買い物なんじゃないかなと、買い物だったなと今では思っています。ZV-1 はですねまさにそういうカメラなんです。ぶっちゃけ日常を撮るぐらいであればですね綺麗な映像っていう視点だけ見たらスマホでも撮れるじゃん、なんでこんな高いカメラ買ったのって思われる方多いと思います。ぶっちゃけ僕もその気持ちも前はあったんですけれども、確かに今のスマホのカメラ性能はもうめちゃくちゃすごい。僕もですねこのカメラを買う時ちょっと悩んだんですよ。値段もそれなりにしますし、スマホでも撮れるっちゃ撮れるしって思っていました。でもですね実際に使ってみて分かったのはやっぱり画質以上に気持ちが変わります。これめちゃくちゃ大事なポイントだと思います。例えば撮っておこうっていう風にもちろんスマホでもなると思うんですけど、このカメラ Vlog カムを持つとですね撮っておこうじゃなくて撮りたいっていう風になります。そのですねちょっとした違いなんですけど、そこの部分が映像の質をですね根本から変えるものにもなりますし、撮る前にやっぱり一瞬考えるんですよ。これをどう切り取ろうかであったりとか、どの角度から撮ったら綺麗に見えるかなみたいな。でその立ち止まる瞬間っていうのもですね映像に心を一つ込めることにもなりますし、結果として見返した時の価値も全然違ってくると思います。思い出の価値ってですね、映像の綺麗さだけじゃなくて、その瞬間その撮ったものに対してどう向き合えたかっていうところも一つ大きなポイントだと思います。ZV-1 を持つようになって今いいなみたいな思った瞬間にですね自然とこのカメラを取り出して構えるようになりました。そしてですね撮りながら誰かに見せたいとか、例えば未来の自分に届けたいとか、そう思える瞬間っていうのも増えたのかなと思います。高いカメラを買う価値って僕はぶっちゃけここにあるんじゃないかなと思います。道具が変わると向き合い方ももちろん変わると思うんですよ。そうすることで撮る動画であったりとか映像の価値も変わります。ZV-1 はですね日常の中のちょっといい瞬間に気づかせてくれるカメラなんですけれども、別に本当にプロじゃなくてもいいと思いますし、映像が上手くなくてもいいと思います。今ですねこの気持ちを残したいと思った時にですねちゃんと応えてくれるカメラ、これが ZV-1 だと思いますので、そういった相棒みたいな日常生活を送る上での、一つの相棒みたいなですねカメラだと思っています。皆さんのですね日常がですね、ちょっとだけ映画みたいに見えるようになる、それってめちゃくちゃ素敵なことじゃないでしょうか。はい、ということでですね今日はですねスペックじゃなくてこのカメラを使うことで僕が感じたことについてお話ししました。本当にこれもう僕の主観でお話ししてしまっているので聞きづらい部分はあったかと思うんですけれども、何か少しでもですねこのカメラの良さを感じてもらえたら嬉しいです。はい、本日の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録とですねいいねコメントもしていただけたら励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。